時は1481年、セビリアで敬虔なカトリック教徒たちが審問所に自首しました。カトリックの教理に反したという異端の罪を自白しています。その理由は、スペイン異端審問がセビリアで始まったからです。異端審問は1478年にシクストゥス4世の勅令で始まります。これはカトリック領王のフェルナンドとイザベルに対してスペイン王国からの異端根絶を許可する勅令でした。この王国は現スペインの領土に成り立っていました。教会からの勅令を求めたのは両王です。異端審問の開始当初、スペイン王国は人種、宗教ともに多様で、ユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒が同じ地域に住んでいました。ほどなく異端審問の焦点は非カトリック教徒を地域から排除することに充てられました。それが350年以上も続きました。現場では異端審問所が各地域で審問を行います。異端審問所の役職には被疑者を逮捕する巡査や検察官、被告の審問官や筆記官などがあります。異端審問所長官という聖職者の中から両王が選んだ長官が異端審問所を率います。異端審問は新たな地域に到着すると恩寵の勅令を布告します。通常40日間続く恩寵の勅令では、異端の自白者に寛大な対応を約束しています。恩寵期間が過ぎると異端審問官は異端の被疑者を迫害します。匿名の告発です。そのためセビリアの自白者はおそらく異端者ではないものの、告発されるより自白した方が処罰が軽く済み、投獄や拷問されるよりマシだと考えました。後で誰かに告発される方が危険なのです。そう思うのはもっともで、異端審問当局に逮捕されても告発内容は曖昧なことが多く、被疑者には逮捕の理由や告発者が分かりませんでした。被害者は数ヶ月、時には数年も収監されました。逮捕されると財産は没収され、多くの場合一家は路頭に迷います。そのため被害者は最もありふれた異端の罪を自白します。例えば土曜日に洗濯物を干した罪などです。異端審問の矛先は時とともに変わっていきました。1492年、残忍な異端審問所長官のトマス・デ・トルケマーダに促され、両王はスペインのユダヤ人に4ヶ月のうちにキリスト教に改宗するか、王国を去るよう命じます。数千人ものユダヤ人が追放され、残留者も迫害の危機にさらされます。コンベルソと呼ばれるキリスト教への改宗者も安全ではありません。隠れてユダヤ教を信仰していると当局に疑われたためです。コンベルソに向けられた嫌悪が宗教的かつ経済的であったのは、上位中流階級の大半をコンベルソが占めていたためです。やがて異端審問の矛先はモリスコに向けられます。イスラム教からキリスト教への改宗者です。1609年には全モリスコの追放令が布告されました。約30万人が追放されました。残留者は異端審問の次なる対象となりました。被告の刑罰は審問官がアウトデフェと呼ばれる公の異端判決宣告式で発表します。罪人の行進、ミサ、説教を見ようと数百の人々が集まり、最後に刑罰の内容が読み上げられます。ほとんどの被告は収監や追放の刑を受けるか、罪人の印がついた衣服のサンベニートを着せられます。最悪の刑は世俗への引き渡しで、これは家計を婉曲に表現したものでした。家計は比較的稀で改宗しない異端者や再犯者に課せられた刑でした。イザベル女王が異端審問を開始し、350年以上経ってから女王イザベル2世が1834年7月15日正式に廃止しました。カトリック教会への依存によりスペイン王国が孤立する中、他の欧州諸国では啓蒙運動が広がり、政教分離が進んでいました。異端審問中の死刑数は歴史家により見解が異なります。3万人超えとの見解もありますが、大抵は1000から2000人としています。しかし異端審問の被害範囲は死刑の数をはるかに超えて広範です。地域によっては囚人の3分の1が拷問を受けたとされています。数十万人もの宗教的少数者が家を追われ、残留者は差別や経済的苦難を強いられました。小規模な異端審問はスペインの植民地であるアメリカ大陸、
特にメキシコで犠牲者を出しました。友が友を、隣人が隣人を告発し、家族同士でさえも異端の罪を告発しました。異端審問のもと、数世紀の間、人々は恐怖と被害妄想に満ちた生活を強いられたのです。歴史好きの方はぜひこのチャンネルにご登録ください。過去の教訓が今私たちが直面している問題を解決してくれるかもしれません。